どうも古典エヴァンジェリストの坂本です。対全県制覇チャレンジャー、記念すべき1件目はこちら、バンカンチャナブリ。この件、日本にはめちゃめちゃ関係のある件になってます。というのも、かつて旧日本軍指導のもとに建設された対面鉄道という電車がありまして、通称死の鉄道と呼ばれたりもするんですが、それが今も現役で走っているのがこの件だからです。というわけで今回の件の目玉は死の鉄道。タイのローカル列車に乗りつつ、特に日本人であれば知っておくべき歴史を学ぶ、そんな異国情緒あふれる列車旅をお届けしてまいります。それでは Vlog 入ります。自宅のあるバンコクのシーロムからグラブタクシーで約30分、今回のスタート地点であるトンブリ駅へ。終点まで片道100バーツの切符を買い、列車が到着する7時10分まで駅の隣にあるマーケットで時間を潰します。列車が到着。進行方向に向かって左側を取らないと見どころが車窓から見えづらいらしいので、早速席を確保します。今日乗る3等列車は自由席でエアコンはありません。でも緑を眺めながら風に吹かれて気持ちいいぜ。最大の見どころ、クエー川鉄橋へ到着です。この橋は映画戦場にかける橋のモデルとして世界的に有名で、観光客もいっぱいです。でもとりあえず終点まで行きたいので、まずは車窓から眺めるだけにします。続いてチョンカイの切り通し。鉄道を通すために大した工具もない中で、よくもこんな分厚い岩の壁をぶち抜いたもんです。クエーノイ川を左手にして見えてきたのはタムクラセイ参道橋。列車もスピードを落として進みます。マジでスリル満点。
ついに終点ナムトック駅へ到着です。でも引き返すまでの時間がほとんどないので、ご飯もゲットできず、すぐに同じ電車へ戻ることに。というわけで、車内販売召喚です。これは屋台でもよくあるタイの焼き鳥、ガイアンデン。スモーキーで甘みがあり、ささみのような味わいが特徴です。タイのもち米、カオニャオも一緒に購入。1セット40バーツ、日本円で約180円です。安い。そしてマジで超うまい。参道橋を見るために一瞬だけ停車するタムクラス駅でダッシュ。時間があればこの上を歩くこともできます。いやー、何度見てもスレスレですね。実際、完成直後の対面鉄道では脱線事故が多発し、そのまま谷底へ転落するケースもあったらしいですから、当時の乗客は文字通り命がけですね。ついにクエー川鉄橋へ戻ってきました。次はちゃんと橋を見学するため、最寄りのカンチャナブリー駅で下車です。鉄橋へ行く前に、まずは市の鉄道博物館を見学。入場料は160バーツでした。ここでは現地ツアーもやってるみたいなので、時間がある方はぜひご利用を。館内は動画撮影禁止ですが、特に日本人は知っておかないといけない大切な歴史が学べる場所です。少しだけ写真で紹介させてください。第二次世界大戦時、各地へ侵攻を行っていた日本の激戦地の一つがミャンマーでした。そこへ物資を輸送するために同盟国であるタイに建設されたのが対面鉄道です。無謀な計画でしたが、ミッドウェー海戦で敗北し、海路を使うのが困難になった日本としては、陸路に頼るほかなく、占領した各地から敵国の捕虜とアジア人をかき集めることで突貫工事を推し進めました。これはシンガポールから運ばれる捕虜の様子です。灼熱の車内に全員が座るスペースはなく、交代で座りながら寿司詰めで約5日間かけてタイまで過ごしたそうです。そもそもシンガポールの捕虜収容所にいた段階で、赤痢や脚気といった病気にかかっていた人がかなり多かったようですし、想像を絶するきつさだったことは間違いありません。それでも彼らは、夢のような保養所へ連れて行くという日本軍の嘘を信じて、
耐えたという証言が残っています。その先に待っていたのは対面鉄道建設という地獄でした。1日12時間から16時間働かされ、すぐに暴力が振るわれるような環境だったといいます。このパネルに書かれているように、支給された食事は質が悪いだけでなく、捕虜にとって必須カロリーの半分ほどしか賄えない量だったようです。鉄道建設に伴う死者数に関しては諸説あり、この展示では約10万人とされています。日本人による他の研究でも7万人近くが亡くなったとされていて、捕虜の死亡率は 20% とのことです。実に5人に1人が亡くなっている計算になります。ただ、捕虜だった方々の証言によれば、アジア人労働者の扱いはさらにひどかったようなので、もしかすると彼らの死亡率はさらに高かったかもしれません。食糧難と過度の労働の結果がこの捕虜たちの写真からも見て取れます。病気の蔓延っぷりは凄まじく、鉄道完成までの間、10人に7から8人が何かしらの病気にかかっていたそうです。収容所によっては悪臭にまみれた最悪の環境で日々を過ごしたという人も少なくないようです。当時空爆で利用された連合国軍の誘導爆弾です。対面鉄道は何度も破壊と修復を繰り返しながら利用され続けました。博物館のすぐ隣にはかつての収容所の跡地に建てられた戦没者墓地があります。犠牲者とそのご家族のご冥福を心よりお祈り申し上げます。さて、タイでは鉄板の移動手段であるソンテオを道端で見つけ、100バーツでチャーター。いよいよクエー川鉄橋へ向かいます。道中、当時使われていた SL を発見。ここも博物館になっています。戦場に架ける橋、クエー川鉄橋です。ここも空爆で破壊されていますが、丸いアーチ状の部分はオリジナルのままだそうです。破壊された部分は戦後、日本の賠償の一環としてタイ政府により修復されました。そろそろ最終電車の時間です。グラブタクシーでカンチャナブリー駅へと向かいます。ところがなんと、もう電車が満員でチケットは売れないとのこと。めっちゃピンチやん。No train? No train. まあとりあえず落ち着こうということで、駅前で売ってるジュース固めたアイス買いました。3本で10バーツ、約45円と激安です。まあ現実逃避ですね。ところがなんとダメ元で列車に直接突ったところ、なんか知らんけど乗れた。なんでな。もちろん乗務員さんに1人100バーツは払ってます。皆さんもタイのローカル鉄道で切符が買えんかった時は最後の手段で試してみてください。
対面鉄道の起点ノンプラドック駅の石碑です。ここで市の鉄道とはお別れです。またいつか来たいと思います。車内販売でタイミルクティー、チャータイを購入。疲れた体にしみる。こうして電車に揺られながら次の県へと向かいます。以上、カンチャナブリーの旅でした。一発目から早速ね、重たい動画になってしまってちょっと申し訳ないんですけれども、でもね、そんな暗い歴史がある場所にもかかわらずですよ、今は橋を行き交う人々がお互い手振り合って挨拶し合ったりだとか、日本人だからって現地行っていじめられるとかそういうことも全然ないですし、当然ね、やっぱ平和っていいですよね。そんな平和の尊さ、そしてそれを守るための教訓、そういったことをね感じたり学んだりするためにも、ぜひ皆さんカンチャナブリ訪れてみてください。最後に今回の公開ポイントはこちら、ベンチルイ宿。カンチャナブリ結構水上ホテルとかもあるらしくて、見るからにチルいんですよ。これちょっと今回泊まる時間なかったんでね、次回行った時は絶対にチルイ宿泊まりたいなと思います。次回もお楽しみに。てなわけでチャンネル登録よろしくお願いします。ショーステよ、旅へ出よう。